児玉の子で最も有名な鍛冶職人白蓮を探すのは骨が折れる。彼女の動きは素早く、静かな時は微動だにしない。そんな白蓮を捕まえるにはマービカが探してると叫んだ後、その反対側から囲うように人をやるのがいいだろう。さっさと片付けちゃう。岩の神の目を持つ彼女は元素スキルで自身の移動と壁登り能力をアップできる。また元素スキルと添付により敵の元素耐性を下げるサポートも可能だ。元素スキルでは一定の夜根値を獲得して夜根の加護状態に入り、ブレードハントモードとなる。自身の移動と壁登り速度をアップさせ、オセロット形態で壁面を高速跳躍できる。発動時には前方へ突進し、自身の防御力をもとに岩ダメージを与える。通常攻撃は最大4段の連続蹴りに変わり、元素付与によって他の元素に変化しない岩ダメージとなる。また白蓮は3つのサンプラーを持つ。チーム内の他キャラの元素に応じて異なる音を取り入れ、アクティブ化すると近くの敵は対応する元素耐性がダウンする。サンプラーの初期サンプル音源は岩で、チームに炎、水、氷または雷キャラが1名いるごとにサンプラーの1つがその元素に変わる。夜根の加護状態時、白蓮が持つ岩のサンプル音源は常時アクティブとなる。サンプル音源の元素に応じて白蓮の戦い方は変わる。元素変化したサンプル音源が2つ以上あるとき、白蓮が元素スキルを発動すると添付により通常および落下攻撃が強化され、また命中時に一定の夜根値を得る。夜根値が上限に達したとき、それを全て消費して自身が持つ3つのサンプル音源を一定時間アクティブ化する。アクティブ化中、敵は対応する元素耐性がダウンする。白蓮が待機中でも効果を発動できる。また白蓮の元素爆発は岩範囲ダメージを与え、一定時間ごとに近くのフィールド上キャラクターの HP を回復する。元素変化したサンプル音源が2つ未満の時、白蓮が元素スキルを発動すると添付により通常および落下攻撃のダメージがアップする。この時白蓮の元素爆発は追加で岩範囲ダメージを2回与える。添付ポータブルアーマー解放後、夜根の加護状態にある白蓮の夜根値が上限に達した時、夜根バーストと同じ効果を1回発動する。さらに近くのチーム内キャラが夜根バーストを起こすと白蓮の防御力がアップする。年素を利用できるナタのエリアにいるとき、フィールド上の仲間が特定の状態にあると白蓮は夜根の加護状態で登場できる。また夜根の加護状態にある白蓮がナタで壁を登るとき、スタミナを消費しない。年素を鍛造に応用することに長ける白蓮はその技術を日常で惜しまなく共有する。白蓮のいるチーム内キャラが夜根トランスを発動時、固有添付により一定の年素が回復する。依頼人もしくは仲間を理解することは仕事を効率よくこなす条件だ。その点を決して怠らない白蓮は常にチームを支えている。戦闘ではまず元素スキルを発動し、所持するサンプル音源に応じて戦闘スタイルを変える。元素変化したサンプル音源が2つ以上ある場合、攻撃で夜根値を貯めよう。夜根値が上限に達したらサンプル音源をアクティブ化し、対応する元素耐性をダウンさせて仲間を手助けする。タイミングを見て元素爆発を発動し、仲間の HP を回復するといい。元素変化したサンプル音源が2つ未満の場合、元素スキルを発動して自身の与えるダメージをアップさせ、敵の岩元素耐性を下げよう。岩元素を使うチーム内キャラのダメージをアップさせられる。
戦況に応じて元素爆発を発動して大ダメージを与え、音の波で敵を一掃しよう。良い職人は依頼人と鍛造をつなぐ架け橋のような存在だ。ある意味白年は人付き合いに傾倒する者よりも周りの友人を理解しているかもしれない。相手が必要とするものを知ればその人を理解したと言える。最も手を焼く依頼人は複雑な考えを持つ人ではなく、求めるものがいかに複雑かを知らない人だ。こういった人に対し白年はより多くの時間を思考と休息に当て、原始的な策を取る。チョコを作るのと同じで、苦ければ砂糖を、甘ければ苦味を加えるのだ。